1ヶ月借りる750。150万。予算どれくらいですか？100。同じスタジオ借りるだけやのにさ、映像の方が予算持ってるから、映像料金高い。全フィルムコミッションなんか問い合わせをして全然返ってこない。2万平米の物件1ヶ月200万円です。廃墟のオーナーになって床ボロボロなってて、ネットでいいアメ車ないかなって調べてもないねん。いろんなアクターもほとんどが宝島に日程全員バビられてて、俺らの撮影日々ともうガンかぶりやないけ。現場作り、それがやばすぎて藤井が進むという。そっからズームしてたもんな。全米をじゃんけんさせた。 Stick a GPS in me. 動画やと思ったでしょう。動画なんです。はい、ありがとうです。藤井です。ダメです。はい、今回は忘れた。臨戦対戦編。臨戦態勢編ね。ロケもうほぼほぼ撮影やもんな。ほぼほぼ撮ほぼほ影。ぼ撮影まで来てる。だから小物も揃って衣装も揃っこれて場所がね今キャストも揃ってというところで、もうこのロケ班からスケジュール調整みたいな、ロケーション大体決まってみたいな。まあ、実はロケーションも結構大変やったんやけどね。そういろいろね。そこはすごい大変やった。そのロケ場所の決め方とかどうやって決まったんやんけみたいな話をしつつ、そっからかな。そっから最後じゃあもうまあ準備万端なんて日は一日もなかったけど、さあ明日から撮影だぜみたいなところ、撮影開始だぜっていうところまで行くって感じかな。行きましょう。はい。じゃあまあロケやっぱ今回、アメリカンにするっていうのもこれ想定以上に難しくて、そこはねマジで大変やった。アメリカンっぽい場所って全くないの。ない。で今回初め予算を決めて、で予算の範囲内でちっちゃい場所でこう密室でやろうぜっていうのがまず前提にあるから、このベースの場所がなんか俺でかい地下室でやればええやんと、ファイトクラブみたいな、ファイトクラブのこう戦ってる場所みたいな、さすがにどっかあるやろと、地下室そうね。どっかあるやろみたいな感じで甘かったな。んか甘い気持ちでやってたら、あれあんなアメリカだけやね。そうね。よく考えたらよく考えたら確かに地下室あるとこ見たことないわと思ってないの日本で。ないし、とはいえ外ロケもさ、発生するわけやんか、ってなった時に電柱一本あるだけで急に日本っぽく見えちゃうよな。これがなんか全然ない。そのあんまりもちろんそのさ、日本でちょっと英語、まあ外国っぽい映画を撮るっていう時に、まあ障害になれるなとは思ってたけど、想定以上やったな。かなりやばかったこれ。なんか道とかだけでも。いやでいうと俺ちゃんと俺さっきのねなんかフィグマのあれであるんやけど、ロケーションの、これちゃんと専門家がいっぱいおんのよロケーション、でこれそうこれロケーションこれ探しますって結構俺プロに依頼したんよ。そうね、ロケ場所を教えてくれる人が教えてくれるし、これちょっとあれしブライアン・ダクとかなんかこれパルプフィクションの家とかあれしてるけど、もうないのよマジで。こういうなんかもっと俺はボロい家だからあそこベストではなかったっていうのが、あったんやけど、やっぱこう時間の中でできうるまあベストではあったかなとは思うんやけど、なんかもう明らかにアメリカンな家みたいなのとかってもうないのよ。これマジなくて、でこれのこっち側の横側のさ、もう地下室とか、カフェとかなんかカフェってこれもう結局やってへんもん。撮ってへん。撮ったわ。撮ったよ。これは良かったね。これは良かった。ナスで撮ってるやつね。他のもう地下室やね。いや地下室がほんまにないし、でこれがもうまさに渡した資料で、そういうなんかこれなんていうかな、ロケーションなんかボックスかなんかあんねん。もうなんかフィルムコミッションなんか各地域と47都道府県にフィルムコミッションがある。でフィルムコミッションがその映画をここで撮影するロケ誘致のこう団体で、そこに結構東京から行きやすい、なぜならここから遠すぎると交通費払わんとあかんからしんどくなるから、で群馬とかなんかそんぐらいの範囲まで結構広げて、全フィルムコミッションなんか問い合わせをして、でこういうのないかって全部送って全然返ってこへん。そもそもね返ってこへん。でなんか茨城のつくばみたいな、つくばら辺で辺なんかちょっとアメリカな街並みやん。あの辺で行けるかもみたいなのがちょっとちらっとあって、なんか結局
なんか高いし微妙かったんや。まあそうね。で高かったよな。高いのと、あと普通に遠かった。めちゃくちゃ遠かった。だからこうロケバス用意してみたいな。で結構その辺のあれが大変だったりとか。でなんかそういうこう都心から例えば電車で行かせれるか行かせれないかで、これ宿泊費がかかるかどうかっていうのがまあそうね結構かかってきたりとか。まあ電車代やったら知れたもんやから。だからそれがいきなりこうバス手配とか、で、バス手配だったら朝の時間がめちゃくちゃ早くてとか。そうね。だからその辺がこうもうギリギリのラインでやるとなんか大変やったよ。これそうね、大変でしょ。大変まあ大変だ。で、まあ、なんかこのまずアメリカの家っぽいところはもう見つからんかったから、これであとなんかロケーションなんとかみたいななんかウェブサイトであるやん、この、スペースマーケットなんかAirbnbとかなんかそういうのであれして、でブライアンの家は主人公の家は Airbnb で見つかって。エアビーで見つかった。でこれが九十九里浜の方そう九十九里で、なんかヤビでアメリカンな家みたいなやつがあって、でそこがあれやったんよ。家というよりホテルやってんな。ホステルか宿泊施設やって、でいくつか建物があったから、カーターの家もそこでなんかうまく取れんじゃねえかってなったんよ。あ、そう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 。そうね。だから二棟借りして、ね、二棟借りにして、その違うから、でそれができんじゃねえのっていう話にしたいよこれは。でそれちょっと実際のやつはドロップボックスの、はいはい。ここ結構まあなんかまあここはねよかった。そこから行こうか。だよね。まずそうなったからあ、このその辺の下のところを、あ、そうこういうこれロケハンで行ったところロケハンで行ったね。これだから結果カーターの家になった。カーターの家になった。なんかこれもうマジでサーファーので、ここあれだよ、オリンピックの東京オリンピックのそうアメリカ代表団の合宿場所やって、そうもうマジサーフィンみたいなサーフィンの聖地みたいな場所でね。マジサーフィンでよく見たら結構なんかアメ車とかも多い地域やって。この辺にアメリカン好きが集まってたよな。これアメリカンお店とかもめっちゃアメリカン。めっちゃアメリカンだって俺らだって最初バーガーやったもんな、最初集まったとこ。バーガー食ってみたいな。結構これ大変やったな。ここもなんか行くのも大変ねんな。なんか遠いし一本だけなんか道が急にだから。でもそれはさ、朝尾が悪いよ。あれ悪い。そう。だって ETC 通れへんとこあったもん。毎回現金用意してあれ。あった個人の九十九里浜の端っこのあれ。知ってる人知ってると思うけど。一通みたいな高速みたいなとこな。いつ真ん中通れるんかと思ったら向こうから普通に車来て危なかったね。完全正面衝突する完全正面衝突ゾーンあったけど、なんか真ん中の線って普通オレンジやんと思うんだけど、なんかオレンジじゃなくて、あれはなんかまあ京都みたいな話だな。そのオレンジ使ったらあかん地域かもしれない。だから太い2車線一方通行やと思ったな。完全にそんな感じだったよな。一方通行な雰囲気やった雰囲気やったな。違ったまあ違うかったな。まあでもそういったこともありながら行ってみると、まあ海も近くて、で、まあ海ってこうちょっとこううまくとりゃ海外感が出るというか、まあ日本やったらっぽい雰囲気やったけど、そのホテルの目の前にでっけえヤシの木が2本なっててな。これちょっとその辺の周りのこのね、この家の前だけ異様にアメリカンな場所があって、これすごいこれはすごいよ。もうでっけえアメリカにしか生えてはいけない木がなんかめっちゃ生えてて、これはなんかこの画角だけで、それ以外は田んぼが広がってる。めっちゃ田んぼ、なんか鬼田んぼやのにここだけこのカットだけいけるぞみたいな。なぜか奥の方壁オレンジやぞみたいな、なんかこれあれもねいけるぞみたいな。この場所だけで完結させるように無理やりし撮った。で、さらに棚ぼた的やったんがその車よ。アメ車好きがね。アメ車好きがめちゃめちゃいて、オーナーがいるよっつって、アメ車借りませんかねっつったら、みんな大好きだよアメ車。見たことないアメ車3台来たもんな。何だっけあれ、名前シボレのシボレマスタングやろ。マスタングじゃない。マスタングじゃなかったっけ。なんかちょっと長い金色のやつやんな。キャベニシが乗ってたやつ。そうあれ何だっけ、有名なインパラ。インパラ借り入れたし、インパラとなんか悪そうななんか
アルファードのよりももっとでかいフォードやろなんかフォードフォードのでかいフォードのバリでかい緑色やったし、しかも。そうあれ色の銃じゃ貫けないぐらい分厚かったよねあれの悪者はやっぱあの緑色をつけるっていうのはちょっとあったからね。すごかったよでちょうどその色の悪そうな版があってでそんなんネットで調べても出てこんかったよな。ネットでこういいアメ車ないかなって調べてもなんかだからレンタカーで調べて。レンタカーで調べたけどないねん。でここで偶然それもあってアメ車のクラシックカーそう、古いやん。クラシックカークラシックアメ車クラシックやったもんな。いい車まあクラシックやったもんなの出来事はこの後の多分撮影編の時でいっぱい話すと思うけどものすごいクラシックやったもんな。そうね。まあ本編見るでもね。本編見るでもそれでいやもう運転するの大変だったからなあれ、はいうんじゃあまあでも一旦これで一旦くりはねそのいわゆるブライアンとブライアン走る場所とかもロケハンしてんのそうしたまあ汚い海ね。鍋元陸上部やからさ元陸上部やから綺麗走るのめっちゃ綺麗やから走る綺麗なんですよ。で結構膝上げるタイプの走り方してくる綺麗な走り方してるな。浮いてるな。軽いもんな。こんな軽い走り方のシーンない。あってはあかんけどな多分。もっとどっしりとどっしりと走られた綺麗やん。設置綺麗。これだからブライアンとそのいわゆるカーターのまあ言ったら地元の連れのシーンは全部取り切れるなと。だからブライアンがまあ言ったらブライアンの昔の過去行くまでの部分はソフィアと揉めたりも取れるし、そのブライラブシーンも撮ったからブライアンからそのブライアンが復讐に行くシーンも撮れる。結構だからこれで割と結構まあ前半の部分その闘技場に行くまではだいぶ大きな部分はかなり取れるなっていう風になったって感じだね。まずここは。あとこの日と全く同じ日にこのめっちゃなんかね海のいい感じの太平洋のいい感じの陽気の場所と全く同じ日に那須に行ってな。そう那須なんか雪国やったなこっちは。雪国ほんまに夏と冬を一日で行き来した感じ。この日すごかったよな。むちゃめちゃ朝から那須行って帰りにそう届いたもんな。ここでロケしてこれはねお前の仕事のつながりやな。俺の昔那須で仕事したことあってこの場所で仕事したことあってでそこのここの場所を持ってる人が知っててまあほんまにテーマパークとかがある場所で。ちょっと一部地域でちょっと撮影させてもらえませんかねって言ったら「いやいや!」って言ってくれたからここを借りてっていうのが、まあきっかけで那須に行ったっていうね。でも那須はねその本当にこうリゾート地っていうかこの地域は、で家それぞれも離れてて、で一個一個の家が別荘やから、すごいいい雰囲気の家多くてかつ電柱が少ないよな。まあ電池はねだからこうちょっとしたその冬っぽい国の感じがめっちゃ出せるよな。雰囲気がまあ異国感あるよな。異国感あった、で異国感あるしここでカフェの話ができるわけよ。確かにそうここでな那須ってそもそもなんかそういうちょっと異国情緒みたいな、なんか向こう側の影響を受けた、なんか歴史知らんけど、場所や。別荘地やな。だから結構なんかね向こうのこう別荘地として、そうや。だからなんかカフェも昔撮影したことがある場所で、あるよビートルズのペニーレイね。ビートルズのペニーレインがで撮らせてもらってこれ、めちゃめちゃ人気店もう大並びしてるもんなあれ。大並び朝から大並び朝7時ぐらいから並んでるもんなこれ。朝7時から並びで8時開店なんよ。みたいな感じだったっけ。そうでもめちゃめちゃ並ぶ。俺らそれまでの時間で貸してもらってな。6時ぐらいに行って6時ぐらいから撮影させてもらってっていう段取りで、でもすごいやっぱあれやんかペニーレインっていう名前にちなんでものすごいこう日本っぽくないというか、そうだね、ビートルズビートルズのヨーロッパ感があるところでかつ雪も降ってて、もう全く日本に思えないそうやね、ところだったよな。なんかこれとその別荘っていうので、別荘はちょっと一人の登場人物の過去編で使う場所として、でペニーレインはちょっと他のシーンでねっていう。でこの時も言ったら那須って山梨？違うよ。全然違うよ、栃木よ。ごめん、ちょっと分からなくて、ちょっと難しくて。山あるし、ごめん難しくて。上の。
でその那須にその車が必要なんだよな。その那須で海外の人が乗ってる悪いやつが乗ってる車が必要やってなって2台必要やな。その逃げるこの綺麗な車とところは逃げる方はまあ綺麗なテスラでいいやテスラね、でもう1台も悪いやつはやっぱ悪い車じゃないとあかんなってそういうのがあったな。でこれをどうやって調達するんやみたいなところもアメ車問題ね。アメ車問めちゃ題。めちゃ問題。これもういやアメ車は毎回ロケ地に紐づくのよ。すごくアメ車問題。最終のところは結局やっぱり闘技場やからアメ車なんか関係ないんだけど、この2拠点に関してはアメ車問題はかなり深かったよ。ただこっちはまあ、今回撮影一緒にやってくれた斉藤君の友達がなんか2台持ってます長野にいますって長アメ野から車好き界隈や。アメ車界隈がだから長野の走り屋やから。長野の走り屋が栃木まで走ってきてくれたありがたかった斉藤君長野出身でそうそう長野の走り屋と友達でだからなんかもう向こうの子はだから斉藤君ってもうマジ新卒で入ってくれてるみたいな当時感じだから23とか22や22やそれはい一番でその友達がもうマッスルカー持ってんのよマッスルか長野ってみんな走り屋やから、でだからもうそこをまずどうせ乗るんやったらで向こう全部車社会やから、どうせ乗るんやったら初めからいい車っていうので、なんかマッスルカーとテスラ持ってたりとか22とかでやで、っていう子がいっぱいおってでおマジみたいなでその2台で完了したからな。その2台で完了しただからテスラは1台それで、もう1台マスタングよ、マスターマスタング持ってるやつおんのみたいななんか白のライン入ったすごかったよななんかマッスルカーオブマッスルカーみたいな感じだったよな現場でだって的場さん興奮してたもん、いやこ盛り上がってた。人盛り上がりしてた。そうそう持マッスってるからルカーっつって懐かしいね持ってたんやねあったな。いやでもまあだから車問題もまあ偶然斉藤君が斉藤君コネクション長野の走り屋やったっていうことでそうそうで解決してまあこれで那須もまあいけるわなと。でもほんま大問題はやっぱり最後まで地下室が見つからなかった闘技場。だから地下室ってないないしないね最後だってバリ調べて、廃墟 .com とかに連絡してもねそうこれ最後じゃない最初やねん最初か廃墟 .com とかしかないんちゃうみたいなんで、あの辺やってであと工場ね。工場工場の跡地とかもうめちゃめちゃあれしてでもうこれ普通にスタジオちゃうみたいな、スタジオ高いから結構きついかなと思ってたんやけど、もう1ヶ月ぐらい借りんとあかんなと思ってて、でだから俺らスタジオ電話してなんか横浜の駐車場のなんかその上の方のが空いてるところがあってそこを1ヶ月借りるっていうのもいけそうやってんけど750 150万たっけっつってわけわからんで予算どれくらいですかっつって100話にならない。そしたらなんかなんかほんまに人って気持ち外れたらこんなに音低くなるんかぐらい声がさっきまで予算はじゃあはいじゃあまたすいませんつって拒否されたわけね拒否されまあでもまあスタジオっていうのはまあそういうふうに回ってるやろうなきっといやまず借りれへん、無理高すぎる高すぎるよな撮影用のスタジオってなると撮影もするってなると人がいっぱい来てうるさいっていうのでそりゃそうだプラスでなんかお金取られるの、同じスタジオ借りるだけやのにさ映像料金と写真料金ちゃうからな全然全然ちゃうな映像料金めっちゃ高いからそういうことかそういうこと映像料金映像の方が予算持ってるから、映像料金高いねなるほまあねそうねまあでもそういう中でだからここ全部改装して全部もう闘技場に変えるかって言ったんやけど最初あったなここを変えるってこのスタジオそうそれはちょっとそれの方が金かかるなみたいな、そうこの機材どうすんねんみたいなのが、でここが全く決まらんかったもんなでこれもまあフィルムコミッションどんだけあってもなんか飛行場とか出てくんのよ、なんかどこやったかな岐阜の飛行場とか撮れるみたいな、ここ結構ミュージックビデオ撮ったりしてるみたいなとか、あとなんか上がさ吹き抜けの倉庫みたいなのあれ、なんかこの吹き抜けでさ超でかい倉庫とかでなんかこう飛行機を止めてるようなああいうのがこう外れにあったりしてなんやけど寒いやん寒いやしまあ火が入っちゃうってことやんな。火が入っちゃう、だからなんかそこのコスト考えるとなんかでも地下じゃないからさ、アングラ感を出すっていうのが目標やのに、そんななんか日の当たる場所でデスゲームやるかっていう話だから、まあそれは無理やなっていうので
で地下室で調べ、なんか地下室ってほんまになくて、でなんか地下室で撮影できるみたいなところで言うともうなんかもう無理やなってなって、でもう諦めて倉庫にしようと思って、で倉庫 .com みたいなやつで調べたんやけど、やっぱりめちゃくちゃ高いのと、まあアングラ感どこまで出んのかなみたいなのがちょっと、そうでまあ言ったらあと倉庫 .com とかで借りる場合は、基本的に向こうは賃貸で貸そうとするから、半年とかね、半年とか1ヶ月とかもう無理やね。で保証金とかもあるからさ、そうするとその俺らが必要とする期間に対してのやっぱりバジェットはもうめちゃめちゃはみ出るの、でこれは厳しいなってなってたよね、でそれの時に俺レストランの吹き抜け物件の専門サイトに問い合わせをしててそのもう無理やみたいな。だからその後に俺スケルトンやと思って、スケルトン物件やったらいけると思って、でなんかそういうとこにあれしてて、でなんかそのうちの一つからなんかもう要件そのなんか似たような物件まず送ってきて、じゃあどういう要件ですかって言うやんなんかで、いやこういうので映像を撮りたくて1ヶ月だけ借りたくてみたいなで言ってたら、なんかそのうちの一つが「ちょうどいいのあります」なんか千葉県の、本千葉っていう駅からこう歩いて行けるところ出水港のところでなんかこうもう送られてきてこの PDF 送られてくるなんか物件の2万平米2万平米の物件1ヶ月200万円です。安い。まあ全部込み込みで、敷金とか全部込み込みでなしで100万円でこれも廃墟ない、これがもうなんかそのあれがなくなっちゃったから、施設がなくなっちゃって、真ん中に2万平米で真ん中にサーキットと、テニス場とボーリングがあって、外にでかいボーリングがついてる黄色いでかい昔ながらのね、昔ながらの昭和の屋上に、5階建てぐらいのね建物だったな。そう5階建ての1ヶ月これのオーナーなれんのかと思って、それはおもろいなと思って即契約して廃墟のオーナーになって、でそこの地下室がそこの駐車場がじゃあそこには地下室もあって、地下室があってで2人で見に行ったのよ。でお前がさっき来てない。俺ら2人、そうお前ら2人俺ら2人俺ら2人俺ら2人か俺ら2人行って、で地下室行ってまずは地下室やって、やっぱ俺らは地下室地下室やからな、地下室があるって言われたからでやめておいた方がいいですってまず言われた。まず言われた。入らない方がいいです。まあ地下がもうだから地下がね多分ねサウナかね浴室みたいな。いやあれ浴室やったでもうそもそも誰も入ってないし、ほんまの廃墟ですってそう言われたけど、それを望んでたから、廃墟を望んでたからな俺らは。アングラの空間あってもう勇気振り絞ってまずドア開けた瞬間になんかね、これは違うな。まあドア開けた瞬間に違うなってなってるけどまあとりあえず行くやん。まあ行くしかないや。だって明かりもないから、スマホの明かりとかこう懐中電灯みたいなの照らすけど、照らした目の前が全部真っ白なのよ。なんか粉塵みたいな感じで、なんかもう空気が過去のピラミッド開けたら人死んだみたいな話あるやん。なんか昔の空気吸って昔の細菌でそれありえるなと思うぐらいの感じやったけど、一旦階段降りたのよ。バーって電源当てたらもうコードとかなんか天井とかもうベロベロベロンってなった。蛍光灯がこうなってんの。蛍光灯いや普通ぶら下がってる。こう落ちてなんかこんな廃墟あるみたいな。危なすぎるやろみたいな。で浴室やねんけど床ボロボロなってて、なんかもうもうほんまなんかなんかスライムの上を歩いてるみたいな、もうベニョンベニョンやねん。奥まで行ったらそこはやっぱり浴室やったから、下がちゃんと硬いから、形は整ってんねんけど、絶対に行ってはならなそうなサウナ室とかがあって奥にこれはもう無理やなと。そこはあれやばいよな。なんか、もうああいう廃墟って忘れ去られるとなんかなれるんやなっていう。そうだからなんか何も手つけんかったらさ、なんか埃はたまんのはわかるけどさ、なんか荒らされてるよあれは荒さですよ。なんかやばかったよ。なんかあれだって結局さ、藤井とか見に行かんかったやろ。僕一応見に行ったいやもう見てるやろ。いやもう完全にバイオハザードやあれ。でももうバイオハザードのマップそのまま歩いてる。そうだからあそこから得られた tips はもしなんか実家とかに人がいなくなられた方は定期的にやっぱ行った方がいいよね。いかんとなるってことね。あれはやっぱみんなに伝えときたい。人が住んでるの大事やんな。住まないと
やっぱりああなるんやと。空気って止まるんや。そう空気が止まってたよ。あの時のままの空気やったよ。こでもあの時のやっぱ控え室がそれや。控え室そうやったな。控え室は後での話。あとそれ行くとちょっと長くなる。長くなるあでももう、まあ、そういう建物の、うんまあ、地下駐車場がね地下は無理になったと。駐車場ちょっと。駐車場ある？駐車場あるかな。ないか。ある朝方側の上の。側ね。駐車場はねすごい良かったよな。半地下の駐車場。半地下駐車場。すごいめっちゃボーリングって書いてある壁がピンクでね、ボーリングテニス遊べるっつって言ってる地下がこういう駐車場。地下がさっきのテニスコートな、ボーリング場もあるし。でめちゃめちゃ広いねんな、そもそも。やっぱり2万平米やからやっぱり2万平米って信じられへんぐらい広くて、だから今回このロケ地でこれやばいな、めちゃめちゃ。でここで上のこのテニスコートとかに置いてある小物結構使ったよ。そうめっちゃでかい机とか。使った。だからじゃんけんの一番大事な机ここで拾ったそうから。これ拾った。で、あとは椅これいいやん子もね。椅子も待機室。だからもう闘技場ほとんどここのここの遺廃品品で。だからここの廃品は全部使っていいよって言われてて、これなんかボーリングの球とかいっぱい並べて、ちょっと変なモニュメントとか作ったらええやんとか言ってたら、なんか1週間後ぐらいにもう一回来たら、だから全部なくなってた。なんか引き取られてゴミ捨てんの4000万かかってるって言われてたもんね。そうやそう。あ、そうなんや。いやこれすごかったね。廃棄物処理で。だってまず5階からそもそも下ろすのどうやって下ろしたの？そうボーリングの球全部もらってってって言われたけどほんまにいらんからほんな。まにいらんし全部なくなった。うん。全部なんかほらほら。こんなにすごい。でもなんか掘り出しもありそうであんまなかったよな。なんか藤井が持って帰りたいって言ってたのがコカ・コーラそうのあれ椅子ベンチベンチで、古い時代古いコカ・コーラ。コそうコカ・コーラの店が各所にあった時代のそうコカ・コーラなんちゃらって出ず港店みたいな会社ねあのベンチとかね。あれよかったね。あれもかった。まあでもでまあ駐車場をまあさすがにボーリングとか書いてるもののこれを塗っちまえばいけんじゃねってなって向こうの人に話したら、いやこれ廃棄言うたらあと潰すだけやから、もう全然塗っちゃっていいっすよ、みたいになって、もう運命って感じだな。もうこれやなって。ここにやな。ここでもうバトルしかないって。そうだから一瞬ここ塗れへんかったらテニスコートでやるというのはもう一瞬出たけど変すぎてやめた。そのあった。でもここで塗ったやな。これ塗れたからね。これはラッキーやったね。これは相当ラッキーやったなやっぱ。それにできたわほんまにこんなとこ。血がバーンって出るかららもう汚しまくって血の処理そう汚しまくった方が汚しまくれる場所。そんなんて普通レンタルじゃできひんから無理や。でそれねまた戻すってなったら掃除代が高いからな。そう現状復帰やいや現状復帰がこれめっちゃ早いんだよ。復帰せえへんでいいって言われるってこれは掃除したけどな全部したよずっとこっち掃除して。全然ついてたよ。全然ついてたよ。天井にもついてたしな。ついてた戦場にもついてた。すごかったよ。でもまあまさにこれで一旦ロケ地は全部一旦全部かな。まあ細かいところはねなんかそのインスタグラマーの動画を撮るためにちょっとメインどこが決まったのこれもう作れると。だいぶ臨戦態勢整ってきた。まずはナスカラになったわけやな。ナスカラやね。ナスカラ。うん。これはなんでナスカラになったんやったっけ？それなんでやったっけ？でもまずここは最後は確定やって。うん。だってもうこのタイミングにもうちょっと準備せんとあかんかったそうなこれ。もっと準備しなあかんかったし予算の関係でみんなを揃えて撮影するっていうのはなかなか難しかった。でも確かにスケジュールで結局そうなったんかメンバー的に。そうメンバー的にねこれがねまた宝島にいっぱい捉えててこれ。そうあ沖縄で当時最近2025年2025年に国宝の裏で流れてた宝島妻夫木さんが主演のやつやな。妻夫木聡が主演の宝島にデリック・ドーバーが結構いい役で出ててね。いい役で出てたよ。だってレッドカーペット一緒に歩いてたもん。そうすごかったな。だからそのデリック・ドーバーが我々の主演ですから、で素晴らしいですよ。そのデリック以外のいろんなアクターもほとんどが宝島に飲まれててみんななんかこれ名前言ったらあかんなんか沖縄の秘密プロジェクトっつって、マジで日程全員バビられててマジかみたいな俺らの撮影日々ともうガンかぶりやないけっつって、ってなって
この日やったらいけるようが数日差あって、そこにとりあえずもう取るしかないってなって、ナスはじゃあここからスタートしようってなったんやってなってる中でテーブルリードを忘れてたね。おお、テーブルリードほんまや、ここに書いてある。ほんまや、全然準備できてないよ。じゃあ臨戦態勢、まあ臨戦態勢にはなってるわけよ。そうこうなって、でロケーションがこれ大体決まってて、でもうこのスケジュールはね初めからだいぶ決めてたよな。決めてた。4月の1日から30までが出墨だと。これもう競技場はだからそこまでに競技場を終わりきるっていう、終わりきる、そういうスケジュールでもう組んで、もう4月1から30までこれ1ヶ月契約やから、ここの契約が、もう終わったら俺らは一生ここ借りられないっていう。借りられないだってもう潰されるから、物理的に借りれんくなるっていうこの排水の陣を引いて、しかもその一番でかい撮影もなんか、まあ最終日の2日、3日間3日間で、一番でかい撮影をするっていう、この一番端っこの。でここはもう全員予定が空いてたからもう絶対これやっていう、これだけは絶対抑えるぞっつって、多分それをやってから借りたの日程を。あ、そうだそうそうそう。で、まあそれで端っこのでまあそういうふうにな埋め方をしていく中で、まあテーブルやったよな、みんなで。そうでここでまあ脚本の読み合わせをして、どういうキャラクターになるのっていう話とか、なんかっていうのを、まあここのスタジオで一回全員集まって、こうやっぱりだからリアルであって、まあキャラクターのイメージをこうでもここでも俺結構感動したのは、結構アリサが泣いてたことやね。アリサがね、泣いてたね。このキャラクターがかわいそう、かわいそう、自分のキャラクターがかわいそうっつって、やっぱアクターってやっぱそこまでちゃんと感情にしてくれるんやっていうところは、なぜ死ななければならないのって言われて、まず映画なんでっていう、その映画なんですごかったから、それに対それを泣いてるのに対してもらい抜きして、あ、そう、ブライアンね。あ、ジムやな、ジムがまあすごかった。もうそんな脚本読むだけでそんなに泣かんでもええやんみたいな感じになってな。まあだからすごいなと思った。いやだからやっぱこう感情の入れ方がね、本になるんやっていう。で俺の作ったなんかこんなあれの本になってくれてちょっと嬉しかったもん。まあそうやんな。でもうその場で一番仕切ってくれたのはダンテは一番なんか汲み取っていろいろ、監督の意図はこうですっていう、その意見が2回目なのに会うの2回目なのにでも意見が一番まとめてたよな。そうみたいなみたいなことをやる中で、まあほんまに特化園だからその場でのスケジュールチェックとかもあってんな。ああそうですよね。次この日で空いてる絶対ここだけ押さえてっつってそこで。そうするとその沖縄にとんでもないなんかがあるってことが、なんかここ2週間無理ですみたいな、なんか晴れたらいけるかもしれんけどみたいな。なんっていうのがあって詫びられまくって、もうデリックの主人公のデリックの日程が全然取れへんと。そうね。これが取れへんと組めへんからな。だからここマジで開けてみたいなのをずっともうギリギリまでこうスケジュール調整して、でギリギリ開けてもらってやった。ギリギリ開けてもらってやった中で組めたのがナスをとりあえずまず取る。まずそれやね。で取った後にあそこやな、九十九里取る。で4月1日から徐々にこうスタジオに入って、スタジオというかまあ千葉に入って、その千葉のもう徐々にっていうかもう一気にそこにもう全機材をそっち側にもう移動して駐留させるから。そうでそっからまずは塗りが始まるとかね。そうやね。塗りが始まって撮影ができそう123で塗ってでそっから電源どっから抜くとか、電源どっから回すとか、電源調達した。あと現場作りね。現場作りでがもうだから6日間で現場作りやなこれ。でそれがやばすぎて藤井が進むという。進んだね。藤井がもう泊まり込み。そっからズームしてたもんな。ズームしてた。通信会社から無限の通信ができるからな。泊まり込みでもうどんどん構成をしていって、そしたら4月の7日か8日ぐらいじゃなかったっけ。7日からで土曜日に事前準備かこれ。そうね。ライティングセットアップって土曜日に事前準備して4月7日から撮影やなこれは。撮影が始まると。もうこの辺休みでもうどんどん撮影してって。まあだからこっからが本当にもう臨戦態勢、もう何も後に引けない。プロダクションに入ってきた。プロダクションに入ってるという感じだよね。
まあその最初がナスですよと。一番初めに、まあ、みんなの予定が一番合いそうやったのが、キャストも含めてナスやったと。予定が合いそうやったのがここやな。でここにはまあさまざまな人が関わってくるんだけど、まあその辺も次の回にしまあそてもいいかな。の辺はね、じゃあ次もう実際次からプロダクションよ。プロダクションナスの話されてへんことない？いやだから忘れてることそう忘れてることないかな。準備これでも万端？一応これでまあまあ準備ができた準備ができたという感じだね。まあ準備ができたというか、まあ準備がいやできたように見えた。できたように見えた。見えたと思いきや。見えたと正直見えた俺らとは思ってなかった。その思ってたよ完璧やとは思ってなかった。完璧やとは思ってなかったけど、まあ怖いなとは思ってたけど、間に合ったとは思ってまあそうだな。あとは言ったら現場でのアドリブでなんとか、なんとかこなせる。まあさすがに映像作ったことあるから俺は。まあね。うん。でなんかアドリブはなんかいけるなって俺ら肩にはまった人間じゃないから、なんとかその場でできうるベストはいけるかなと思ったけど、いろいろあったね。まさかねやっぱナスまあナスも含めじゃないけど3回ぐらい死にかけてるからね。まさかのナス。ただナスがこんなにナスほとんどおらんからね。ナスマジで1日だけやろ。1日だけやろ、まあいや2日2日か前日入れてだか2日でこんなに記憶に残る日になるとは。らまあそうね、なんかこう映画できひんかもって思ったらちょっと思ったね。ナスにやられる次回、そうですね次回ナスにやられる。ナスにやられる。ナスにやられる。はい。ではそういうことで、はい最後じゃんけんですいません。じゃあちょっと行かせていただきましょう。いきますよ。じゃんけんほい。よいしょ。よいしょ。よっしゃ。